落語。また更新。リキッドグラスと Windows 病。師匠でございます。最近の iPhone はね、新製品の発表もそうですが、更新の連続でございます。師匠、また来ました。iOS26.3.1。またか。お前の人生より更新が頻繁だな。でも師匠、更新は大事ですよね。セキュリティとか。セキュリティなら拝む。だが、リキッドグラスは拝めねえ。ガラスですもんね。透明で未来的。未来的じゃない。見にくいだけだ。文字が透けて、背景が透けて、最後に俺の目が透ける。師匠、目は透けません。気分の話だ。しかも動く。ぬるぬる動く。あれはな、便利じゃない。演出の強要だ。でも今回は、カクツティが治ったって話もありますよ。治るならいい。そもそも治る前提で配るな。未完成に見えたら、客はこう思う。これ欠陥じゃないのってな。厳しいのは目だ。ガラスなんて言ってるが、こっちは老眼の時代だ。じゃあ師匠、アップルやなんで更新出したんです？ガイドディスプレイだ。新しいスタジオディスプレイにつなぐ条件だって話がある。つまりな、iPhone の更新なのに周辺機器の都合で呼び出される。まるで Windows アップデートじゃないですか。そうだ。今日はセキュリティですって顔で来て、実は修理できましたって名札を出す。じゃあ結論は、更新はする。だがリキッドグラスは薄める。透明は減らす。動きも減らす。目に悪くなるのは解約だ。師匠、最後に一言。よし、アップデートが頻繁なのは仕方ねえ。だがガラスまで頻繁に光らせるな。眩しくで、こっちの目がチカチカする。設定で元に戻さなきゃいけないのも Windows と同じですね。回数が頻繁なのもな。お後がよろしいようで。出展、Forbes Japan、2026年3月、iOS26.3.1 配信、互換性と不具合修正、リキッドグラス、キーボード遅延の示唆、Apple サポート、iOS26 点アップデート、iOS26.3.1 は、外部ディスプレイ対応拡張とバグ修正、Apple セキュリティリリース、最新 iOS、iPadOS は 26.3.1、Apple コミュニティ、リキッドグラス等への不満、挙動の話題、ユーザー報告。ここからは師匠のニュース解説です。まるで Windows アップデート、iOS26.3.1 で増えた細切れ更新と Apple の責任。iOS26.3.1 は何のアップデート？ Apple の iOS26 のアップデート内容ページでは iOS26.3.1 は外部ディスプレイ対応、スタジオディスプレイ2026、スタジオディスプレイ XDR 拡張とバグ修正が趣旨だと説明されています。Forbes Japan も iOS26.3.1 が突然のマイナーリリースとして公開され、新しいスタジオディスプレイ XDR との互換性、周辺機器側の要件が背景にあります。要するに今回の主役は、体感の大型新機能というより、互換性プラス不具合修正です。最近アップデート多すぎ問題、セキュリティとそれ以外が混ざってる。体感として Windows アップデートみたいに細切れで来る感覚。ポイントは全部がセキュリティ目的に見えるわけじゃないこと。実際 iOS26.3 はセキュリティ更新を含むアップデートとして案内され、Apple はセキュリティコンテンツ文書も公開しています。一方で、iOS26.3.1 は Apple のリリース説明上、まず外部ディスプレイ対応拡張プラスバグ修正が前面に来ています。リキッドグラスが見にくい、遅い、
無駄に見える理由。Forbes USJP では早期報告として、リキッドグラスの格付き修正や iOS26.3 で一部ユーザーが報告したキーボード遅延の解消が示唆されるとしています。また Apple のコミュニティでもリキッドグラスや透明、アニメーション周りが好みと合わず、遅延や使いづらさを訴える投稿が見られます。セキュリティ由来ではない見た目、挙動の負担は Apple の設計責任として批判されやすい。欠陥、未完成品を売ってるのではと感じる人が出るのも、この必須化された演出が理由になりがちです。今日できる対処、リキッドグラスを薄める。完全に消せない要素があるとしても、体感を軽くする手は、だいたいこの3つです。設定の場所は機種版で多少変わります。透明感を減らす、ガラス感流れ、動きを減らす、アニメーション疲れ、コントラストを上げる、見にくさ流れ、見にくい遅いの両方に効くことが多いので、まずここからが現実的。結論、うざい。でも更新しない方がリスクは大きい。iOS26.3.1 は少なくとも公式説明では互換性、外部ディスプレイと不具合修正が中心。リキッドグラスの格付きやキーボード遅延が気になっているなら、更新で改善する可能性があります。報道ベース。頻繁さがうざいのは真理ですが、設定することで改善も可能です。面倒ですが、お後がよろしいようで、高評価チャンネル登録はいつでも大歓迎です。